皆さん見つけられるでしょうか。目を凝らしてよく探してみてください。よいしょ。はい、こんにちは。少子の漁師浜優です。今回はですね、台風明けにとある海岸に来ております。こちらは小豆島の地蔵崎灯台といって讃岐百景で有名なところです。ただ草木が侵食して今はあまりいい光景とは言えません。それでこの台風明けの浜にとあるものが落ちてて、それからあるものがね、有名なものが作れるんですよ。今回はそれを作っていきたいと思います。レッツゴー。で、地蔵崎の下の浜はおそらく白浜と呼ばれる浜だと思います。なんで白浜っていうかはちょっと分かりませんが、で台風明けということで海藻がめちゃくちゃ落ちてますね。大量の海藻でこの中に実はお宝があるんです。それじゃあ早速探していきましょう。正直ね、あんま上の方はカピカピに乾燥しすぎてて、あと状態も良くないです。これはやめとこう。じゃあちょっと海辺の方に移動して探していきます。今回見つけるものもなるべく鮮度がいい方がちょっとね、作った後に美味しくなるので、鮮度が良さげなものを探していきましょう。で、海はね、歩くだけでも結構楽しくて、このようにシーグラスって呼ばれる割れたガラスが要は波に削られて丸くなったもの、これはまだあんま丸くないですね。こういうのも結構ね、ヤフオクとかで売れたりするんですよ。集めてる人もいるみたい。さあ、お目当ての海藻はあるかな。正直ね、もう実は見つかってるんですけど、動画の流れ的にちょっとお待ちください。で、こういう海藻があったりとか、こういった緑の海藻なんかもあります。で、今回探しているお宝の海藻、実はこの中にあります。皆さん見つけられるでしょうか。目を凝らしてよく探してみてください。そう、これですね。こちらですね、天草という海藻です。で、こちらの天草なんですが、別名石化彩と言われるように、おそらくですね、海の中で石にこう花が生えているように見えることから石化彩というんだと思います。後でね、潜って見に行きましょう。で、こちらですね、和名ではところ天草と言われます。なんで天草っていうかというと、ところ天草が転化して天草になったんですよ。で、ところてん、そうです。こちら実はね、ところてんと寒天の原料になるんですよ。この海岸に落ちている草がですよ。で、こちらですね、香藻類という海藻の一種で、この香藻類だけで実は7000種類あるんですよ。その中の一種がこちらのところ天草ならぬ天草です。で、上の方に上がっちゃったのってもうだいぶ前に上がって干されてるんで、なるべくこう海辺の方の新鮮な天草を探して、それから汁を煮出してところてんのね、原液みたいなのを煮出す作業をします。で、思ったほど落ちてないですね。で、こちらの天草は古くから交易にも使われていて、縁起式と言われる平安時代の法規則にはおごのりという名で記載されていました。なかなか少ないね、量が。貯めるの大変そう。で、天草は今は赤いんですが、これを干すことで真っ白になります。で、白くしたものを江戸時代の伊豆地方では肥料として利用したんですが、1822年にもうそれがね、禁止されて、それから食用になったとされています。ただ今でもこれから抽出される寒天質は菌類や細胞の培養にも用いられています。なんて万能なんだこの草は。落ちてるのに。で、結構いろんな海藻の中にこうやって混じってあるんで探すの大変ですね。時期によっては本当こればっかりがね、海藻に溜まってるシーズンもあるんですけど、若干そのシーズンは逃しちゃったんで、こうやってなんとか探って探していきます。こんな感じで。この緑は何だろうね、白くなる直前かな。こんな感じで赤いのに緑も混じってる。はい、それでは実際に海の中の石化彩を見に行きましょう。石の上でどんな感じで咲いてるのかね、見に行きたいと思います。はい、それでは石化彩ならぬ天草を探して海の中を潜っていきましょう。で、一つ目見つけたのはこちらミルですね。これはマサルさんとコラボの時に食べたやつで、マサルさん曰く靴ひもの味がするそうです。靴ひも食べたことあるんですかね。とりあえず天草を探して沖の方へ出ていきます。すると来ました。一つの岩に大量に群生する天草です。まさにもう石化彩の名にふさわしく岩の上で咲き誇っております。それをブチブチと積んでいきましょう。で、ここらは取っていいんですけど、どこでも取っていいっていうわけじゃないので、皆さん気をつけましょう。で、やっぱね、石に張り付いてるんで、取るとたくさん砂がついております。それを振り下ろしていきます。
で次見つけたのはこちら岩牡蠣ですね。どこか分かりますか？そう、ここです。触るとですね、やっぱ牡蠣なんで蓋を塞ぎます。じゃあ取れた天草を持って帰りましょう。はい、じゃあ後も丘で採取して、これぐらいの量は取れました。ちなみにこのイオンのカゴは買ったやつです。100万回説明しております。じゃあこれ持って帰りましょう。はい、じゃあ持って帰ってきました。持って帰ってきたんですけど、まだこの天草にいろんなもんが入ってるんで、これを除去しながら洗っていきます。よいしょ。じゃあまずきれいに洗って、でなんかついてる土とか寄生虫みたいなのもいっぱいついてるんで、それを落としていきます。でこういった天草から白くなったとことか別の海藻とか、石とかですね、そういうものを取り除いて黒かごに入れていきます。いっぱいなんかついてんだよな。正味ね、もう素人作りだから多少の土とかはもう少々はいい。もう大体で取っていきます。はい、じゃあきれいに洗えました。じゃあ次はこれをこちらの船の方で干していきたいと思います。なんで干す作業が必要かまではちょっと正直分かんないですけど、干した方が寒天質が出やすいんでしょうね、おそらく。ではまずこの干す道具を船に吊るして、でチャック。じゃあこちらの寒天を広げて干していきます。正確にこれで合ってるのかちょっと分かんないですけどね。一応僕も初めてだからネットで見た作り方をもとに作ってます。最近風もちょっと吹いてるんでよう乾くと思います。よいしょ。よし、これで OK。 もうちょい風通しのいい場所にくくります。はい、じゃあ2日が経過しました。ちょっと見てみましょう。だいぶですねカリカリに乾いてきてますが、まだ色はそんなに変わってはいないようです。沖にも連れてきてます。で今日が4日目ですね。ちょっとなんか雰囲気変わってきたな。はい、今日で5日目ぐらいでしょうか。だいぶですねなんか色が白っぽくなってるところがある。どちらかというと茶色っぽいけど、まだまだ時間かかりそう。はい、今日で1週間ですね。だいぶ白いとこ増えてきましたね。もう4日ってとこかな。で今日で8日目ぐらいなんですけど、だいぶ白くなってきました。で僕の調べ不足でなんかねやっぱ水につけて塩抜きが必要らしくて、8日目だけど塩抜きします。網も洗ってこちらにも真水をためます。これで半日ぐらい置いておきましょう。はい、だいたい半日ぐらい経ってたんですけど、見てびっくり。めちゃくちゃね白くなってますね。赤い色素がだいぶ抜けてきている。これを干すんですが、昔ながらのやり方っていうかなんていうかわかんないんですけど、こうやってね地面にこうさらすんですよね。さらして干す。こうやってさらして干すことからこれをねさらし天草と言います。で今回は地面じゃなくてこちらのカゴに戻しましょう。はい、じゃあこんな感じでまた並べました。ほんとだいぶ白くなってすごい美しくなってますね。あと2日ぐらいか。はい、じゃあなんやかんや全部で3週間ぐらい干したんじゃないでしょうか。もう夏休み企画だったのに終わっちゃいましたね。というわけで早速ところ天草の方見ていきましょう。こちらですね。照明の加減とかで真っ白ではないですが、白っちゃ白でも結構ね硬いんですよ。たわしよりちょっとやりこいぐらいの感じです。ゴワゴワ。じゃあ音を聞いてください。それじゃあ早速こちらの干しまくった天草を使ってところてん作っていきたいと思います。レッツゴー。まずははかりを用意して、よいしょ。重さは約 130g で、この天草の重さの50倍の水を加えます。130の50倍だから6500、つまり 6.5 リットルですね。鍋を用意して、鍋に水を6回、それと最後に半分でこの天草をドンと。おお、すごいなんかうまそうなハイボールみたいな泡が出てる
ハイボール入れたことある人わかるかな。氷に冷やしたハイボールシュワーって注いで、サイダー炭酸注いだ後のシュワシュワだ。なんか海藻の匂いがします。で、ところてんの漢字を皆さんご存知ですか？心に太いですよね。なぜこう書くようになったかというと、今からこの子は1時間から半日置いとくんですが、その後にドロドロに煮詰めて煮こごる海藻としてコルモバと呼んでいたことに由来して、心を語源とする心と太い海藻を意味する太いで、心太と呼んでいたのが転化してところてんとなったと言われております。ちなみに江戸時代初期の料理物語に心太と書いてところてんと読む表記が残ってるんです。昔から読んでたということですね。はい、でとりあえずなんやかんやあって1時間2時間ぐらい置きときました。それじゃあところてんの入った鍋の火をつけて、まずはこれで沸騰させていきます。で2時間ぐらいつけた水は若干濁っているかなといった感じです。はい、で沸騰してきました。沸騰したら火を中火に。で次にお酢を加えます。大さじ2、3。面白い動きしてるね。酢入れた途端なんか答えてるね。でお酢を加えるとこの天草がドロドロになっていきます。はい、であれから40分煮込みました。結構ねトロトロになってますね、この天草が。で匂いはね、ほんとカニ湯がいた匂いがします。カニ味噌とかカニの中の匂い。はい、で天草だけ取り出していきます。すんごいカニの匂い。めちゃくちゃカニっぽい匂いがします。わあ、水も抜けない。めちゃくちゃ熱いです。で玉で押して残り汁を絞り出します。で見てください、これほらドロドロです。でこの湯がいてドロドロになった天草なんですけど、これ実はまだねこの中からもところてん汁が使えるので2回ところてん液を絞り出すことができます。多分まだ中に残ってるんでしょうね。で見てください、この汁の量めちゃくちゃ多いんですよ。だからもう本当にねちっこいタッパーでやろうと思ったけど、これぐらいのサイズが必要そうです。で今からこの汁をリードペーパーでこしていきます。でところてんってどこから伝わったかっていうと、中国から538年仏教伝来の頃にこんにゃくとともに日本に精進料理の伝承として伝わったとされています。だからところてんはね精進料理なんです、元はね。でこんにゃくの仲間っていうのはなんとなく納得いきます。じゃあこちらの鍋、使ってた鍋ですね、ちょっとここなるべく汚れを拭き取って、でざるを置いて、でリードペーパーいっぱい重ねとこう。よし、完璧。ほんじゃここにカニ汁注いでいきます。めちゃくちゃカニ臭い。おお、いい感じにこせてるこせてる。でもこすって要は目合いが汚れを拾ってるってことだから、こしすぎたらその目合いは詰まってこせなくなるはずなんですけど、これ見てください、結構ねずっとこせてるんですよね。あんま溜まっていかないということは、こすほどの汚れがあんまり入ってないということなんですね、おそらくですよ。今ほらこの鍋から汚れが入ってきてるから、ここでほらこせなくなってる。これでしばらく待ちます。はい、じゃあだいぶこせました。おー、なんかうまそうなラーメンの汁みたいですね。で次はこちらをバットの中に注いでいきます。あ、なんかすんごいドロドロしてる。バットいっぱいになるじゃんこれ。うわ、カニの匂いすごい。ちょっと全部入れたらこぼれそうなんで、これぐらいで。見てくださいよ、この黄金の汁、トロットロやで。じゃあちょっと味見してみましょう。でこれが天草から抽出した、ところてん液とか寒天液とかって呼ばれるものですね。いただきます。うわー、なんだこれ、例えようがないですね。ほぼほぼ無味無臭なんですけど、なんかこうドロッとしてる中に天草の嫌なっていうか、なんかを感じる。美味しくはない。はい、じゃあこれを冷蔵庫で冷まして固めていきます。美味しいところてんができるでしょうか。ちなみにところてんは奈良時代にも食用とされていたことが正倉院の記述にも記載されております。それからですね、江戸時代は行商人っているじゃないですか、こう売り歩く人ですね。でその人が売っていたっていうのが、その当時の類書百科事典にも挿絵があって、これはねもうところてんは昔から食べられてきた食べ物だということが、もういろんなところのいろんな記述に載っているということで、
もうその原点に立ち返る、何言ってるのか分かんないですが入れていきましょう。手の幅が入らんぞ。ちょっと入らない。下から持ちたいんですけど熱って持てんすよね。今回の撮影で一番大変かも。これがボスなよ。本番は粗熱を取ってから入れましょう。よいしょ。はい、でこれで冷やして固めていきます。はい、であれから1日経ちました。果たして固まっているのでしょうか。おお、めっちゃいい感じ。ドン。こちらこの弾力、何これ。でこれは出た酸素の後でしょう、空気の後でしょうか。泡が残ってますね。こういうのはなんかで取らんといかんのでしょうね。でも他は綺麗に固まっております。ちなみにビールの容器と比べるとこれぐらいの大きさです。めっちゃでかい。じゃあ早速この金枠から外していきましょう。金枠というかデカバットだね。おお、結構周りも綺麗に剥げていく。よし、これで OK。 じゃあ先にこれを下に引いて蓋をしてので返しますよっ。さあうまく出てくるでしょうか。オープン。おお、めっちゃ綺麗じゃん初めてでこんだけ綺麗にできたら上等じゃない？表面めっちゃ滑らかよ。じゃあ今からこれを切っていくんですが、この形に合わせて切ります。これは点付きといって皆さん一度は見たことあります。ここにところてんを入れてこう押し出してところてんを網目のサイズに切っていくやつですね。この枠内に入るように切っていきます。ちなみに皆さん寒天とか聞いたことあると思うんですけど、寒天もところてんも同じ元は天草で原材料は一緒なんですが、寒天はこのところてんの、この固めたやつをですね冷凍して干してを繰り返したものが寒天となります。寒天の方が手間はかかってますね。はい、こんな感じです。こちら久々の大物なんでバッと30歳になって初めてです。で天付きの内径の幅が3センチなので、まずこの3センチで切れ目を入れていきます。めっちゃ斜めになった。これあれなんですよね。やっぱこう片刃包丁だから入るときにすんげえ斜めになる両刃に変えます。じゃあ改めて3センチで切れ込み。はい、じゃあ反対も同じように3センチ当てて、もうだいぶ中までカットしちゃおう。どうせ綺麗にはね多分できない。もう大工さんが使うような道具使わないと。はい、じゃあ次縦に定規合わせてまっすぐ線を入れていきます。切れ込みに合わせてね、シューッとすると1個ボローンと取れましたこれを繰り返していきます。切った感じはこんにゃくゼリーのこんにゃくみたいな。ちなみにさっきの寒天の話なんですけど、長野や岐阜が寒天の産地になっているのは寒い時期が長く続いて、でそれで昼間に解凍できるっていうね状況が寒天を作るのに非常に適しているから、そこがね産地になってるんですよ。あとですね、伊豆に寒天橋っていうのがあって、そこを越えて、天草が寒天になることからそこがね寒天橋と呼ばれておりますと言ってる間に切れました。はい、こんな感じ。見事なところてんの切る前というか入れる前。でもこれまだね高さも高いからこっちも切らないといけない。ちょっと一旦はけましょう。これをこうしてで蓋をかぶせて、よいしょ。はい、元通り。じゃあ1個取り出して、だいたいね高さが2センチなんですよね。でさっき、ちょっと20センチで切ります。長さが20センチの物差しでまっすぐにして、ちなみに洗ってないです。この2センチで切ります。これが高さですね。大方一発でいけますね。そしたらこの点付きの中にところてんを入れて、じゃあ早速押してみましょう。いけー。結構硬いね。わ、出た。わ、綺麗。出たー。皆さん思ったでしょう。出るとこ見せてくれって。お任せください。もう一回セットして、気持ちいい。
硬いビュッて出ますからね。ちょっと先に全部ね点付きでつくように切っておきます。ところてんってマジでこう適当に切っただけだと本当美味しくないんですよ。こう点付きで綺麗にすることによってツルツルっとしたね旨味が出てきます。これ見てください。これほんまところてんのすけですよ。じゃあちょっと何本か切ったんで連続で抜いていきましょう。はい、じゃあたくさん切れました。もう大量です。これでも0カロリーですからね。こんな感じでもうそうめんみたいに綺麗です。ツルツルちゃんと分かれてます。で今回は3種類でやろうと思ってて、黒蜜と三杯酢と天つゆです。結構ねところてんって各地によって食べ方が違うみたいで、各地の食べ方まだねこういう食べ方あるよってあると思うんですけど、今回はこの3種類でいきたいと思います。じゃあこのところてんを器にのせていきます。このねちょっとおしゃれなやつがデザートっぽく食べるやつですね。で2個目こちらを天つゆにしようかな。とりあえず3つ全部ついでいきます。 OK で1個は黒蜜です。関西の方で結構ねところてんを黒蜜きな粉で食べるみたいですね。そんな食べ方しねえわってね言われるかもしれませんが、ネットで調べた感じではそういうのもあるというよっていう。たくさんかけておきましょう。はい、1個目ところてんの黒蜜きな粉完成。わりかしうまそう。で残りの2種は1個が三杯酢なんで醤油と酢と砂糖ですね。もうちょい酢足して、でもう1個はめんつゆでいきます。でどちらもいりごま。はい、美味しいところてん2種が完成しました。はい、それじゃあ小鳥。はい、それじゃあ完成しました。台風明けの道端に落ちてる天草から作ったところてん3種です。黒蜜、これはなんだ、天つゆ、三杯酢ですね。それじゃあ宴を始めようか。はい、じゃあ今日はこちらで食べたいと思います。いただきます。じゃあまずめんつゆのところてんからいただきます。正直味はもう入れたもんの味です。調味料とかめんつゆとかね、そういう味なんですけど、この喉越しツルツルっていう感じがもう最高に気持ちいいですよね、口の中で。で松尾芭蕉さんとかも俳句にこのところてんを季語として使ってるように、やっぱ夏を感じる、そんな感じがします量を感じるっていうのかな。味とか入れたものの味なんだけど、ところてんのいい香りっていうのかな。僕はあんま好きじゃないんだけどそういうのはします。で次酢の物の方、三杯酢ですね。こっちの方が僕は好きです。なんかところてんのやっぱその独特の癖っていうのが酢によってまろやかになってあまり感じないし、で前やったことあるのがこういうのにきゅうりとか入れてなんか食感を持たせるんですよ。タコときゅうりの酢の物に入れたら絶対美味しいと思います。で最後は黒蜜きな粉ですね。こんな感じで真っ黒です。さあどんなお味か。僕はあんま好きじゃないな。黒蜜が僕多分苦手なんですよ、そもそも。であとところてんにやっちゃうとどうしてもこうツルツルいっちゃうんで、ご飯をイメージしちゃうんですよね。それがめちゃくちゃ甘いっていうのがまずちょっと一つ気持ち悪いので、四角く切ったりとか寒天にしてもうちょっと硬くしたらいいんじゃないかなって思います。で名前の由来がなんだっけな、寒い空っていう意味がかんざしところてんなんですよ。それで要は寒いところにこう置き去りにされて出来上がったものということで、かんざしところてん寒天と寒い天となったそうなんですよね。はい、というわけで豆知識もそこそこにそろそろ終わりたいと思います。ごちそうさまでした。は
はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。撮影期間はね、干した期間も合わせると3週間 1ヶ月にも及ぶんで、もう残念ながらね、今から皆さんがこの動画を見る頃にはもう天草っていうのは浜に落ちてないかもしれませんが、ぜひ来年試してみてください。僕は残ったところてんはね、冷凍して乾燥させて寒天にして、またそれを黒蜜きな粉とかで食べてみようかなと思います。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。 OK。 ボボボボボボボ、めっちゃ面白い。